今日はどうしてここへ呼ばれたんでしょう。さえちゃん、知ってますか？いいえ、うちも何も知りまへんえ。現地集合いう話しか聞いてまへん。かなこはんは知ってます？私も知らないですね。ちえりちゃんと幸子ちゃんもいたらパステルピンクな恋の時と同じでしたけど、今回はいないみたいですし。じゃあプロデューサーさんが来るまで真相は謎ですね。ならそれまでおやつでも食べて待ってようか。かなこはんはほんまにいっつも準備がええな。ほな、まゆはんもお茶にしまひょ。はーい。あら、優雅なティータイム。さすが仲良し女の子たちって感じね。かなでさん、お疲れ様です。それと、あら？皆さん、おはようございます。今日はよろしくお願いしますね。あ、ゆかりちゃんも一緒なんだ。おはよあらあら、プロデューサーはんもいてはったんですか。はって3人が同時に来たいうことは、つまりう。もしかしてこの5人で？よろしくね、みんな。皆さんとご一緒するのは初めてですね。お世話になります。そっか、一緒に頑張ろうね。はいな。ほうほう。まゆは、うちらの歌愛くるしいが使われるんやて。へえ、ドラマの主題歌なんですね。まゆたちがメインキャスト。嬉しい。今回のドラマは愛がテーマなんですね。洋館の少女たちのお話って書いてありますよ。それをこのスタジオで撮影するんだ。だからここ集合だったのね。それに配役も面白いわ。みんなの性格と似ているけど少し違うキャラクター。演じがいがありそう。私こういうお芝居に挑戦させていただく経験はあまりなかったのですが、大丈夫でしょうか？ゆかりは大丈夫どす。うちらみんな一緒に気張りまひょ。さえさん。はい。みんなどんな役なんだろう。私の役は愛に包まれている少女？包まれてってどういうことなのかな。まゆちゃんは？まゆの役は愛を信じている少女ですか。愛を信じている。さえちゃんは？うちは愛を伝える少女やって。はあ、ようわかりまへんな。みんなまだいいじゃない。私なんて愛を失った少女よ。ま、脇役としてはそれくらいがちょうどいいけど。かなでさんだけなんだか重たいですね。じゃあゆかりちゃんはどんな役？私は愛を知らない少女だそうです。私の名前が
一番初めに書いてあるんですけど。あら、ゆかりはん、これは人一倍気張らなあきまへんな。今回は私たち5人がメインのキャストだけど、その中でもあなたが中心になるってことね。頑張って。そんな、私にはそんな大役いいんでしょうか。楽曲だってまゆさんとさえさんの曲ですし。ええんちゃいます。まゆはんとうち2人で歌った歌やけど、ユニットソングいうわけでもあれへんし。そうですね、まゆたち以外の人が歌うことで楽曲ももっといろんな面が見られると思いますよ。そうだね。私も歌うのが楽しみだよ。そういうものなんでしょうか。でも皆さんを差し置いて主役級とは。気にしないの。全員主役なんてそんなこと映画でもめったにないんだから。配役表があったら絶対に順番はつくでしょ。そういうものでしょうか。あとほら、まゆちゃんもさえちゃんも優しいから大丈夫だよ。ええ、それにまゆたちのプロデューサーさんが選んだんですよ。きっとできると思ってるから選んでくれたんでしょうし、選ばれたからには自分の役をちゃんとやらなくちゃ。まゆ自身も。あら、まゆはん、前に比べて成長しましたな。そういうことをプロデューサーさんの前で言わないでください。ですからゆかりちゃん、まゆたちも応援しますから、気にせずいいものを作りましょう。困ったことがあったらなんでもうちらに相談してや。はい、ありがとうございます。素敵なお庭、こんな場所もあるんですね。撮影はまだまだ先とのことですが、今から楽しみです。せやなあ、まゆはんがこないだ歌ってはった曲のイメージにも近いですな。そうですね、あの時も愛がテーマでしたけど、今回はまた違った愛のお話になりそうです。ほんまやな。せやけど今回は前にやれへんな。と言いますと、どういうことなのでしょうか。プロデューサーさんが選んでくれたのは嬉しいことですけど、まゆとさえちゃんだけではなくて、ゆかりちゃんやとのこちゃん、かなでさんも一緒でしょ。そうですね。他の人を押しのけるよりやるべきことをしっかりやって、プロデューサーさんに認めてもらう方がいいんです。いつも主役とは限りませんから。それとお友達が増えるのは嬉しいことですから、今回みたいにお仕事で一緒になるたびにいろんな人と仲良くなれたらいいなって。せやな、うちも同じ気持ちどす。ゆかりはこれから仲良うしたってや。まゆさん、さえさん、
こちらこそふつつか者ですが仲良くしていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。こちらこそなんやゆかりはんが嫁入りしてきはるみたいやな。嫁入りだなんてそんな。でもまゆ思うんですけど、なんどすやらさえちゃんとゆかりちゃんなんだか似てますね。黒髪の雰囲気とか落ち着き具合とか。ほんまどすか？ゆかりはんの方が身長はありますけど。そうですね。あとは私 A 型の右利きですけど、さえさんは？あら、うち AB 型やな。個性的言うてよう言われるんどす。お誕生日はいつです？ 10月18日です。ああ天秤座どすか？そうですね。なんや、途端に親近感湧いてきましたわ。ゆかりはん、さえさんなんて言わんと、さえちゃんって呼んでくれはってええんどせ。ありがとうございます。さえちゃん、よろしくお願いしますね。こうして新しいつながりが広がっていくのっていいですよね。せやな。これからのレッスンやお仕事本番も楽しみですね。はい。レッスンお疲れ様。演技のレッスンなんてなんだか久しぶりに感じるわ。歌や踊りばかりだったから。お疲れ様でした。そうですね。PV を撮るときとかはポーズをとったり表情を作ったりしますけど、お芝居となるとまた別ですもんね。まゆ、お芝居って苦手なんですよね。あら、そうなの？全然そんな感じしなかったけど。だって自分らしくない自分をいっぱい見られちゃうから。それはどういう？ああ、そういうこと。わかるんですか、かなでさん。ええ、まあね。お芝居は怒った顔や泣き顔、時には変な顔もしなきゃいけないでしょ。そうですね。それを見られるのが嫌なのよ。ね。そうですね。でもそればっかりは諦めるしかないわね。アイドルなんだもの。自分で仕事も役柄も選べない。今回は演じるお仕事で役柄も可愛らしい女の子だったから良かったですけど、怖い役とか嫌われ者の役が来たらちょっと考えちゃいますね。確かにそういうのばっかりだったら困っちゃうけど、たまにはそういうのもいいんじゃないかな。どうして？ほら、例えばなんだけど、おやつを食べるときにチョコレートばっかりずっと食べてると飽きちゃうじゃない？例えばね。でもチョコレートとポテトチップスがあったら交互に食べると味が変わって飽きないじゃない？はあ。
レサーさんもきっとそうだと思うから。はあ、そうなのかしら。謎の説得力があるわね。そんな感じでいろんな味を出せるように明日からも頑張りましょう。ああ、ちなみに明日からは社内のスタジオじゃなくて外部スタジオでレッスンですって。演出家さんとかと稽古するからかしら。そうなんだ。へえ、まゆ、新しいスタジオへ行くときっていっつも迷っちゃうんですよね。無事行けるかしら。わかる。なら明日は集合していきましょうか。時間と場所後で連絡するわね。ありがとう。よくよく考えたら眉の制服って見たことなかったわね。そうですね。今日は学校からそのまま来ちゃいましたから、普段はなるべく着替えるようにしてるんです。可愛い服装でいたいからけなげね。あ、かなこちゃんも来ましたね。かなこちゃん、お待たせ。二人とも結構待った？そんなことないですよ。じゃあ行きましょうか。今日もよろしくね、まゆちゃん、かなでさん。ええ。ゆかりちゃん、今日のレッスンどうだった？今日もなかなか難しかったです。少女を演じるというのは自分が少女のままではできないというか。せやな。うちも今回のお芝居は京言葉を使われへんし、なかなか苦労してるわ。そうだよね。愛についてのお話っていうのも余計難しいところだし。愛ですか。愛って一体何なのでしょうね。なんやろな。うちは愛を伝える役目らしいけど、これってのは言われへんしな。かなでさんかまゆちゃんだったら何かわかるのかな。私も愛に包まれてる役目らしいけどわからないもん。それで言うと私は幸せなのかもしれませんね。どうして？私は自分自身も役柄も愛というものを理解していませんから、等身大の自分で当たればいいのかなって。ああ、そらそうやな。でもそないな自分を幸せって思えるなんて、ゆかりはんは優しい子やな。そうなのでしょうか。知らへんことがあってもそれを認めて前向きになってはりますやろ。物事をまっすぐ見てるからこそ言える言葉やとうちは思うな。そう言われるとそうなんでしょうか。ゆかりちゃん、ちょっと天然っぽいところあるもんね。私天然ではありませんよ。それ天然の子がよう言わはるやつやな。そうなのですか。
それじゃあ私こっちだから、2人は寮だよね。今日もお疲れ様でした、かなこさん。また明日もよろしくお願いします。気をつけて帰ってね。それはかなこはんの方やわ。じゃあまた明日。かなこさんは愛に包まれているというのがぴったりですね。せやな。誰にでも話しかけてお菓子もくれはるから餌付けまでされてもうて、優しさの塊やわ。そう思うと今回の配役は私たちの個性を思って敵役を当ててくださったのですね。ほんまやな。せやけどそれで言うたらうちは愛を伝える役目らしいけど、どないな役目なんやろ。誰かにもらった愛をまた誰かに伝える役目じゃないでしょうか。詳しくは私もわからないのですけれど。誰かにもらった愛な。お父はんお母はん、今日のヒトラー、アイドルの仲間、プロデューサーは、それとファンのみんなからもらったかな。たくさんもらってきているのですね。例えばどんな愛がありました？そら話してたらえらいなくなってまうわ。一晩中でも話せるくらいおもろいエピソードがいっぱいだぜ。なら今日はとことんお付き合いしますから、いろいろと聞かせてください。けどうちにもゆかりはんのお話聞かせてや。ええ、もちろんです。ほんならまずはレッスンの汗を流すとしまひょか。汗を？まずは裸の付き合い言いますやろ。ゆっくり心を和らげて昔話でもしまひょ。愛なんて信じても苦しいだけのものよ。永遠の愛なんてないし、裏切られるのも愛ゆえ、失ってしまった方が楽になれる。そんなことないわ、奏さん。私たちまだ子供だけど、いつか大人になって自分だけの愛をつかむことができるはず。愛に包まれているあなたならそうすればいいわ。奏さん、どうしてそんな風になってしまったの？いつどうして失ったの？私の願いなんて単純なものだったのにね。奏さん、二人とも迫真の演技やったな。うち惚れ惚れしながら見てたわ。そうでしたか。私はセリフを追うのでいっぱいいっぱいでした。私、かな子に問い詰められてるみたいでドキドキしたわよ。はい、じゃあ後でね。私はいいのかな。まずは私からみたいね。じゃあ。い
ってらっしゃい。さえちゃん、私の演技どうでしたか？少しでも気づいたことがあったら教えてほしいんですけど。せやなあ、奏で班に引っ張られてたように感じましたわ。まるで別人みたいで大人っぽかったしな。なるほど、参考になります。どうしても奏さんを前にすると大人っぽさに引っ張られちゃって。かなこはんがペース崩されるなんて珍しいわ。なんやおもろいな。もうこっちは真剣なんですよ。はいはい、怒った顔も可愛いだせ。もう。かなこ、演出家さんが呼んでるわ。はい。行ってきますね。いってらっしゃい。さえ、かなこをいじって遊んでたの？そないなことあらしまへんよ。愛を伝える人らしく愛を伝えとったんどす。それより奏では相変わらず演技がお上手やね。京都人に褒められると後が怖いって秀子から学んだわよ。あら、そないなこと。さすがおきつねこんこん秀子はん、油断ならんな。それはこっちのセリフで、実際どうだった？私の演技。かなこはんと話してたんどす。お上手やねって。そう？まあ、歌も踊りもできるけど演技も同じくらいってのが売りだから多少はね。かなこはんがペース崩されて引っ張られてはったくらいどす。あら、それは逆よ。私のペースがおかしかったんだと思うわ。プレッシャーに負けないように強く出ちゃったから。少女っていうよりむしろ血が出ちゃったくらい。ほう、そないなシーンあったかな。思い起こさなくっていいって。もっと素直に演技しなくちゃね。場の空気に引っ張られるなんてまだまだの証拠。かなこはんもかなではんもお稽古とは思えへんくらい本気で素敵やな。うちも出番が来たら気張らんと。さえちゃん、演出家さんが次のカットに入る前に話したいって。あらあらあら、ほな行ってきます。二人ともうちのおらんとこで噂話はいけまへんよ。演技中くしゃみが出てまうから。いいから行ってらっしゃい。はなんだかお芝居って楽しいですね。演出家さんにはいっぱいダメ出しされちゃいますけど、普段の自分とは違う面が出せて。そうね。でも私、かな子がそんなに演技派だなんて思わなかったわ。相当特訓したんじゃない？えへへ、ちょっとだけ。これだからみんなと一緒のお仕事って気が抜けないのよね。意外な人が意外な働きを見せたりして。さて、さえの演技はどうかしら。楽しみですね。きっと素敵な演技を見せてくれるはず。じゃあ見せてもらいましょうか。
京娘の底力をね。だから私は愛を探し続けようと思います。私も信じ続けます。愛を。いつか私たちが少女じゃなくなる時が来ても、少女だった頃の気持ちを忘れないために。ありがとうございます。やはり緊張しました。どれだけのシーンを重ねても息が止まってしまうような緊張感はなくなりませんね。緊張してたんですか？見ていたけど緊張なんて全然伝わってこなかったわよ。あら、奏さん、そうでしたか？結構震えていたと思ったんですけど。全然だったよ。きっとお芝居に熱中して忘れられたんじゃないかしら。そうでしたら嬉しいです。私は皆さんほど場に慣れているわけじゃありませんでしたから。今回立派に主役を務めて自信がついたんじゃないですか？そんな、まだまだです。撮影は終わったとはいえ、お仕事が終わったわけじゃありませんし。そうね。この後スタッフさんたちが編集して美しく仕上げてくれるでしょう。撮り直しがないといいわね。素敵に仕上げていただけますよ、きっと。今はまだ夢の中にいるみたいです。始まったのもいつの間にかなら、終わるのもいつの間にかですね。こういうものは。目覚めたら全ては夢の中の出来事だったりして。それは困りますね。せっかく皆さんと素敵な思い出が作れたのに。そうですね。役の上では愛を知らない少女でしたけど、実際の私もそうだったように思います。まゆさんやかなでさんからは、自分に自信を持って信じるものへ進む力をもらいました。そんな大したことしたかしら。ゆかりさんがそう受け取ったってことですから、そうなんじゃないですか？かなこさんはまさに包み込むような優しさでしたし、さえちゃんとはこの期間中とても仲良くしていただきました。すべて作品と同じくらい愛しい思い出です。よかったわ。終わりよければ全てよしというものかしら。でもまだ終わりませんよ。みんなで完成品を見るまではね。そうですね。それでも言わせてください。ありがとうございました。スタッフの皆さんも共演者の皆さんもプロデューサーさんも。はい。いやー、ようやっと完成したんやて。楽しみやな。プロデューサーさんまだかしら。プロデューサーさんがカンパケを持ってきてくれるんですよね。
そうらしいわね。だけどよりによってみんなで見なくてもいいんじゃない？確かにそうですね。なんだかちょっと照れちゃいます。そっか、演じてる自分を見ることになるんですよね。ちょっとドキドキ。せやなあ、言われてみたらそうなりますな。あら、皆さん楽しみだったのでは？完成は楽しみだけど、そうね、例えるなら映画は一人で見たいみたいなものかしら。私、お友達と見ますけれど。ああ、そういう人もいるわね。ほら、恥ずかしいセリフが多かったじゃないですか、今回。愛についてのお話でしたし。愛くるしいをレコーディングした時、同じ気持ちになりまへんでした？恋や愛の歌を歌っている時は気にしなくても、いざ冷静に歌詞を読んだら恥ずかしくなっちゃうみたいな。みんなの前では見たり聞いたりしていられないわよね、そういうの。いいじゃないですか。みんなで楽しく完成品を見ましょう。あ、ポップコーンにコーラがあったらもっと楽しいでしょうか。そうね。私は上映中には物を食べない主義だけど。あら、じゃあお飲み物だけで。他の皆さんは？あ、私キャラメルポップコーンがいいです。かなこちゃん、撮影中は結構食事に気を使ってましたもんね。そうなの。でももう完成したし、みんなとの打ち上げだったらいいかなって。いいに決まってますよ。だってほら、お祝いなんですから。みんなで完成を喜び合う会ってことでね。ゆかりはん、なんやだいぶキャラが明るくなりはったな。そうでしょうか。うん、わかったわ。ちょっと買い出しにでも行ってくる。いいですね。私も一緒に行きますよ。あら。大丈夫よ。一人で行けるから。ありがとう。大丈夫。本当よ。そうですか？じゃあお願いしますね。ありがとうございます。じゃあみんなそういうことで、あとよろしくね。どういうことですか？プロデューサーさん、まだかしら。遅いですね。そういえば、かなでさんも遅くないですか？ああ、かなではんならちょっと遠くのお店に行ったんと違いますやろか。会社の近くにもお店はたくさんありますけど。お散歩したい気分になったんと違うかな。まあ、そういう時もありますよね。早く戻ってこないとプロデューサーさん来ちゃいますよね。せっかくみんなで見られる機会なのに。プロデューサーさんも演じてる眉たちを見ることになるんですよね。それを眉たちも見ることになりますよね。
そういうことになりますね。それは何か。あ、いえ、全然何も問題なんて。でもプロデューサーさんが遅いのも気になるし、なゆ探しに行ってきますね。いいですね。私も一緒に行きますよ。ありがとう。でも大丈夫ですよ。まゆ一人で行ってきますからね。そうですか？じゃあ待ってますね。みんなで。はい、じゃあ皆さんそういうことで。かなでさんもまゆちゃんも遅いですね。プロデューサーさんも遅いですけど。ほんまやな。ほら、渋滞にでも捕まってるんと違うかな。うちも様子見てこようかな。あら、さえちゃんも？そんな、だんだんみんないなくなっちゃうみたいで寂しいですね。いや、そんなことあらしまへんよ。うちはいつでもゆかりはんの隣ですやろ。ほら、今も。そうですよね。ならよかったです。あ、じゃあ私がプロデューサーさんを迎えに行ってきますね。出て行った2人にも連絡してみます。ああ、そうですか。そうやね。それもまあ一つの方法としてはありやね。じゃあ行ってきまーす。プロデューサーは？案外早かったとすな。案外遅かったの間違いでは？そうなんです。それでその手にお持ちなのがカンパケですか？はい。ゆかりはん、みんなを待った方が。さえちゃん、みんなが来たらもう一回見ましょう。プロデューサーさん、お願いします。見ている間、プロデューサーさんがあまりに可愛いとおっしゃるので、恥ずかしくなってしまいました。ありがとうございます。こうなる思てみんな逃げはったんやて。恥ずかしい。そうだったんですか。でもとてもいい経験をさせていただいたと思います。とても恥ずかしかったですけど。